あなたは思考が現実になるって聞いたことありませんか？でも実際思ったことがそのまま叶うなんてこと、なかなか起きていない気がしますよね。今回は思考が現実化する仕組みと人生を望む方向に動かすための秘訣をお話しします。すべてはたった一つの意識から始まりました。それはワンネスの主語である原初の精神。時間が生まれる前、時間もない、空間もない、何もかもすべてどこまで行っても創造主という一つの意識。この意識は宇宙に入り込み、無数の存在を通して体験を重ねていきます。人間もその一つ。私たちは原初の精神そのものなのに、脳の機能によってそれをすっかり忘れてしまっている存在なのです。つまり、私たちのような脳の機能によって自らが原初の精神であることを忘れてしまった知的生命体が数多く生まれたということです。この時代、この時期の時間の始まりから終わりまでに生きた人間の意識が渦巻きの形で原初の精神の中に残るんだそうです。私たちが生きた体験は宇宙に渦巻きとして刻まれています。渦巻きが何かというと、一旦原初の精神であることを忘れたことのある私たちが、忘れた中で発見した体験が渦巻きになって残るようです。つまり私たちは今、全然自分が原初の精神とは思わないんですが、この私たちが今体験していることを、私たちという感覚が宇宙の中に残っていきます。そしてその記憶や経験の部分をさらに使って、また新しく意識が誕生していきます。このイラストの精神、これは宇宙を作り出すものです。この中に宇宙ができます。そして私たち生命は、この精神の水を渦巻きのように吸い上げることで、細胞たちが意識を持ちます。その意識を持った細胞たちがどんどんと統合されて、脳の部分で人間ぐらいの大きな脳になると、さらなる渦巻きができて、そして最後にその意識が左脳の方に移って、私たちは自分がそこに作られた存在、そもそも作った存在の創造主であることを忘れた存在です。この左脳でできた強い渦巻き、原初の精神であることを忘れた強い渦巻きは消えずに残ります。それ以外の体が体験したことは、原初の精神が直接体験しています。そして原初の精神が私たちが体験していることを体験している。例えるなら、私たち意識はお芝居の世界の役割を果たしている役者さんで、原初の精神が私たち意識が体験していることを体験しているのです。ですから、この人生、そんなに深刻になる必要はないんですね。なぜなら、それらはお芝居で、私たちは原初の意識であることを忘れているだけなのです。思考や記憶のすべては、霊的世界の宇宙意識の中に存在し続けます。今から2000年後に夢を見ている誰かが自分の夢の中で
あなたの人生の一部を経験するかもしれません。なぜなら、それらの記憶や思考が宇宙意識の中でいつも渦巻いているからです。そのようにしてすべての人の経験が生き続けています。私たち脳が作り出す私という感覚。これは原初の精神を吸い上げて濃縮され、左脳に届いた結果生まれたもう一人の私です。けれども本質的には私たちは今もなお原初の精神、創造主の一部です。実は私たちは常に自分の思考で現実を作り出しているのです。それはまるで後ろから吹きつけるドライヤーの風のように、ものすごいスピードとパワーで自分の世界を作り続けているのです。常に現実創造、自分の生きている世界を作り出しているのです。でも、なぜ思考が現実化しないと感じるのでしょうか。それは想定の大地があるからです。社会人はこうあるべき、お金は簡単に入らない、そんな思い込み、植え付けられた常識が意識のベースに地層のように積み重なっているのです。それが強く私たちの意識の中にあり、それを私は想定の大地と名前をつけました。このイラストの帽子のつばのようなイメージだと思ってください。前に向かってつばが出ているようなイメージです。これは意識の大地なのです。この意識の大地、想定の大地の上に私たちという意識が立っています。この大地を崩すのがとっても怖いんです。ですから思考は自然とこの想定の大地に沿ったものになります。何かのことを思い浮かべ、その何秒か後に目の前に現れるなんてことはないですよね。例えば100万円が欲しいと思っても、そんなの無理だよねという思考が同時に湧いてくる。その否定の思考が想像のパワーを打ち消しているのです。なので、後ろからドライヤーの風がものすごく吹いて、どんどん現実創造しているのですが、基本的にはこれまでの想定通りのものを作り出しています。それ以外のことを思考しても、すぐに否定の思考が生まれて、なかったことになります。一つの思考を抱くと、それからその最初の思考を疑うような思考を500個、あるいは1000個、1万個も持つ。すべての疑いには、元々の思考と同じ創造的なパワーがあります。元々の思考は創造され実行されているんですが、疑いの思考を持つことで、疑いが新しい創造となるのです。この想定の大地があることで、私たちは思いついたことがすぐに現実にならないのです。例えば、私、事件に巻き込まれて殺されちゃうかも、と思った瞬間、殺されるなんてことはないですよね。そのように守られているのです。思考は次々と現実化しているのですが、想定の大地が様々な思考を吸い込むことで、それが実際にはすぐに起こらないようになっています。ここで思考が現実化するための鍵になるのが右脳優位です。左脳は思考をどんどん生み出しますが、右脳が優位になると、それらの思考が静まります。
あんなこと起こるかもしれない、あんな風になったらどうしよう、といったように不安や心配、条件付けされた常識、かき集めた様々な思考がシーンと静まり返ります。すると、想定の大地に新しいビジョンをそっと埋め込むことができるようになります。それは小さな種のようなもので、否定の思考がなければ、やがて現実に芽吹いていくのです。右脳優位になった意識は、ビジョンという形で想定の大地に新しいクリエーションを付け加えやすい状態になります。普段、こんな風になったらいいな、でもそんなことになったらやっぱり難しいかな、いっぱいお金稼げたらいいな、でもな、税金かかるからかな、怖いな、といったような、ずっと行ったり来たりしている思考が消えて、ああ、そうだ、今この瞬間の私の人生はこんな感じだ。私はこういったビジョンを望もう。と、ビジョンという形で無事にこのドライヤーの風に乗って自分の思考を送り出し、現実化することができます。思考が静かになると、すごくクリアにビジョンを思い描くことができ、そして自分が吟味したビジョンを未来に対して送り出すことができるようになるのです。この想定の大地は思考が少なくなってくると少し薄くなってきます。消えることはないんですが、問題のないものになってきます。現実に起きてくることが皆問題のない平和な自分の人生の流れに乗っているようになります。これを以前の動画、実現法で紹介したように、ビジョンを小さな画像にしてスッと送り出し、それを否定する思考を出さないといった右脳を使った現実化のやり方です。これは思考で打ち消さないように小さいビジョンに変えてスッと送り出し、そしてそのことを忘れてしまう。そうすると否定の思考を出さなかったので、いずれそれが現実の中に起きてくるというものです。実際もし思考がどんどん現実化してくるとしたら、大混乱を巻き起こすように思います。というのが、左脳が脳神経回路に栄養を欲しいために、無限に思考を作り出すようになりましたので、おそらく左脳に意識が途切れた時点で、先ほどの想定の大地が出来上がり始め、自分たちの世界が思考でめちゃめちゃにならないようにクリエイトしたのではないかというふうに思っています。ただこのクリエイトが右脳優位になって思考が減ると、あまり強く作動しないようになり、より一層自分が考える人生の望みを現実化しやすくなってきます。最後に大切なのは、私とは誰かという問いです。私たちは宇宙を創造するただ一つの意識であることを忘れてしまっただけなのです。けれども、右脳が優位になって思考が静まったとき、私たちは再びその原初の意識に帰っていきます。そして自分の人生に起きることを愛と静けさの中で選んでいけるようになるのです。夢って思っているよりずっと思い通りになる。それは思考を静めた後に訪れる静かな想像の時間。今、あなたの思考をビジョンに変えてみてください。そしてそれをそっと未来へ送り出していきましょう。